皆さんこんにちは、よしえです。突然ですが、ここはどこでしょうか？今日の動画は春を楽しむお散歩動画です。この新しい Vlog カメラを使ってたくさん歩いていきます。リラックスしながら日本語を聞いてみてください。それではこの大きな公園のような庭に入っていきましょう。大人一人お願いします。お一人様、かしこまりました。お一人500円です。では500円ちょうどいただきます。はい、ありがとうございます。はい。はい。はい。こちらチケット見せてお入りください。ありがとうございます。チケットを買いました。ここは岡山県の後楽園という庭です。とても大きな庭です。日本には3つのとても有名な庭があります。石川県の兼六園、茨城県の偕楽園、そして今私がいる岡山県の後楽園です。江戸時代に作られた庭です。歴史がとても長いですね。とても天気がいい日です。晴れていますね。気温は15度くらいです。朝の10時頃ですね。平日だったのであまり人がいません。綺麗ですね。まだ冬の景色が残っています。だんだんもっと緑がはっきりしてくると思います。皆さんは一人で旅行するのが好きですか？観光地に一人で行くことはありますか？私は実は一人で観光することはほとんどありません。理由は寂しいからです。綺麗なものを見たり、感動した時に誰かと一緒にその気持ちを共有したいんです。綺麗だねとか、素敵だったねって言い合いたいんです。今日は久しぶりに一人で観光をします。鳥の声がしますね。左側には大きな池があります。人が少ないので、ほとんど音がしません。自分の歩く音と鳥の声、虫の声、それぐらいしかしません。道路も離れているので、車の音がないのもいいですね。まっすぐ歩いていきます。前に分かれ道があります。左に行く道、右に行く道、まっすぐ行く道があります。左に行ってみようと思います。右側の奥に少し盛り上がった丘がありますね。あそこに登って全体を見てみたいと思います。池に木が映ってとても綺麗ですね。今日の空は少し雲が多い晴れの天気ですね。夏になってくるともっと真っ青な青い空になります。青が強いことを真っ青と言います。いろいろなところに川があって
池があってすごく綺麗ですね。こっちから行こうと思ったんですが、工事をしていました。この庭はすごく広いので、手入れがとても大変だと思います。今日もいろいろなところで工事をしたり、お掃除をしたり、手入れをしていました。ここから登ってみたいと思います。石でできた橋がありますね。ここを渡ります。水がとてもきれいですね。この階段はとてもおしゃれですね。石を渡っていきます。スニーカーで来ないとちょっと歩きづらいかもしれません。滑らないように気をつけながら歩きます。左側に入れるところがありました。何か書いていますね。靴を脱いでくださいと書いています。靴を脱ぐとここで休憩ができるみたいです。でも私は上から景色を見たいので進んでいきます。それではこんな景色でした。とっても綺麗ですね。春になってくるとこれの10倍ぐらいは人がいるんじゃないでしょうか。今日はとても人が少ないです。それでは降りようと思います。こっち側では工事をしている人がいますね。階段をきれいにしているのかもしれません。もう少しするとだんだん花が咲いてくると思います。まだ咲いている花は少なかったんですけど、少しだけ赤い花がありました。この後楽園にはいろいろな方法で来ることができます。まずは車ですね。家が近い人は車で来て駐車場に停めることができます。そして他にも岡山駅からバスや路面電車が出ています。私は岡山駅まで JR で来ました。そして JR 岡山駅からバスに乗ってここまで来ました。本当は路面電車に乗ろうかなと思っていたんですが、バスの方が駅が近かったのでそっちにしました。路面電車は皆さんの国にはありますか？日本では路面電車がある県とない県があります。私の出身の高知県には路面電車があります。そして岡山にもありますね。すべての県にあるわけではないので、見かけたら乗ってみることをおすすめします。景色を見ながらお茶を飲めるカフェがありました。何か飲んでみようと思います。何のメニューがあるかな？抹茶とかコーヒー、あとは甘酒がありました。甘酒をお願いします。はい。
甘酒を注文しました。甘酒はお米と麹で作った甘い飲み物ですね。でも砂糖は含まれていません。お金を払うと、この中で庭を見ながら抹茶を飲んだりできるみたいですね。とても綺麗で思い出になりそうですね。どこに座ろうかな。甘酒のはい。これおといいですか。はい。はい。後ろの方に座ってみます。このコップは備前焼という岡山の伝統的な焼き物ですね。胸にカメラをつけているので、両手を使うことができます。甘くて美味しいですね。この甘酒はとっても甘いんですが、実は砂糖を使っていません。そして飲む点滴と言われるくらいとても栄養があります。すごく美味しいです。ありがとうございまコした。ップを返してもう一度歩こうと思います。その前にお土産物屋さんがあったのでちょっと見てみます。和風の雑貨がたくさん置いてありました。かわいいですね。写真やアクセサリーもありました。こっちには自動販売機がありますね。自動販売機で買うと少し安く飲み物を飲むことができますね。ここには団子が売られていました。甘いものを飲んだらもう少し何か食べたくなりました。どこかにお店があったらまた入りたいと思います。ここではこの池の掃除をしている人がいます。この池には鯉がいますね。赤や白の鯉が何匹かいます。何をしているのかな。多分この池の底の汚れを取っているのかもしれませんね。岡山駅から後楽園行きのバスは1時間に2本しかありません。だから1本逃してしまうと30分待たないといけないんですね。私もここに来るとき乗りたいバスが9時55分、そしてその次は30分後でした。待っていたんですけど9時55分になってもバスが来なかったんですね。日本の公共交通機関は時間通りに来ることが多いんですが、バスはたまに遅れることがあります。この右と左の茶色い部分はもう少しすると緑になるそうです。写真を見ましたが、とても綺麗な緑です。ちょっとベストシーズンではなかったのかなと思いますね。
前から来る女性2人組が空に飛行機雲があるよって言っていました。飛行機雲というのは飛行機が通った後に白い跡が残ることですね。この日はすごく綺麗な飛行機雲が出ていました。さっきの話の続きで、遅れているバスを待っていたら外国人観光客の2人組がやってきました。多分ホテルのスタッフがその2人をバス乗り場に案内していました。英語でここからバスが出ます。9時55分のバスはもう行ってしまったみたいですね。次は30分後ですね。みたいに言っていました。私はそれを聞いて、ホテルのスタッフが間違えているとすぐに気がつきました。もう15分ぐらい9時55分のバスを待っているけど来ていなかったからです。私は急いでそのホテルのスタッフにまだ来てませんよ。多分遅れてるだけですと伝えました。そしたらホテルのスタッフと外国人観光客はいきなり私に話しかけられたので驚いていましたね。でもすぐに教えてくれてありがとう、Thank you と言ってくれました。日本人にとっても初めての場所でバスに乗るって結構難しいのに、外国人にとったらめちゃくちゃ難しいと思います。ここに何か看板がありますね。和文化体験座敷で楽しむと書いてあります。1日に2回無料で座敷で文化を体験できるみたいですね。もう時間が過ぎていたので、これは私はできなかったです。そしてさっきの続きですが、その後すぐにバスが来て、待っていた人はみんな乗りました。私は後ろの方に座って、その外国人観光客は前の方に座っていました。そのバスは後楽園に着くまでにたくさんのバス停に止まりました。バス停に止まるたびに、その外国人観光客の2人は、ここが後楽園かなみたいな感じですごく心配をしていましたね。それを見て、隣に行って手伝ってあげようかな、教えてあげようかなと思いました。そうやって迷ってるうちに、その方はバスの運転手に片言の日本語とジェスチャーを使って確認をしていました。そして運転手から2つ先のバス停が後楽園ですよって教えてもらっていました。その時に振り返った顔がとても嬉しそうだったんですね。海外旅行での小さなチャレンジってすごく楽しいですよね。バスの後ろの方からその観光客のチャレンジを見届けられて、勝手にすごく嬉しい気持ちになりましたね。ここら辺が多分さっきの看板にあった和文化体験ができる場所ですね。係の人が立っています。こんにちは。実際に中で体験をしている人が見えました。いいですね。私も誰かと来ていたらそういう体験をしてみたかったです。ちょっと水がある方に降りてみたいと思います。
ます。特に何か面白いものがあるわけではないんですが、景色が綺麗だとずっと歩いていられますよね。鳥とか鯉とかいるかな。鳥はいなさそうですね。魚もいないですね。この後楽園は鯉の餌やりも有名らしいです。もう少しすると鯉の餌やりシーズンが始まるそうです。冬の間は鯉に餌をあげすぎると鯉が体調が悪くなってしまうみたいです。だから残念ながら今日は鯉の餌やりはできなかったですね。この後楽園は1700年に完成した庭だそうです。もう326年も存在しているってすごいですよね。もちろんその300年の間に戦争があったりいろいろなことがあって建物とかは建て直しをしたところもあるみたいです。でもこの川の流れとか芝生の感じとかそういうのは300年前の姿をほとんど変えていないそうです。すごく歴史を感じられる場所だと思います。こっちは何かな。ちょっと通り過ぎようとしましたが、何があるのか気になって行ってみました。そしたら出口と書いていましたね。またもう一度こっちに戻ってくることもできるみたいなので、外に出てみようと思います。こっちには何があるのかなと思ったら、お城がありました。岡山城ですね。遠くに見えますか？階段を降りて川から見てみようと思います。この川ではボートに乗ることができるみたいですね。スワンボートがあります。そして建物の後ろにあるのは桃のボートですね。岡山県は桃が有名なので、桃の形のボートがあります。はい、これが岡山城ですね。せっかくなので、この橋を渡って岡山城の方にも行ってみようと思います。それにしてもちょっとお腹が空いてきましたね。お店があるので何か食べてみようかなと思います。ここにも甘酒って書いてますね。甘酒はさっき飲んだのでもういいとして、他に何か美味しいものがあるかな。このカフェはとっても素敵な雰囲気ですね。甘酒ぜんざい。ここもテラスがあって素敵そうな雰囲気です。何かすぐに食べられるお菓子みたいなものがいいなと思います。このお店はどうかな。ここに入ろうと思います。すいません、きびだんごの、はい。抹茶をお願いします。一本でいいです。はい。250円です。はい、ペイペイで払います。150円。はい、ありがとうございます。少しお待ちください。5分ぐらいかかるので。はい、わかりました。お店の窓から
岡山城が綺麗に見えます。すごくいい席ですね。外のテラスも素敵です。ここにはコーヒーの砂糖とかミルクが置いてあります。はい、結局外の席に移動しました。はい、これが抹茶の揚げたきびだんごですね。きびだんごというのは岡山でとても有名なお菓子です。はい。桃太郎の町岡山と書いています。桃太郎は日本の昔話で鬼を退治しに行くお話です。はい。それではちょっと美味しいものを食べて満足したので歩いて城に向かいます。はい。岡山後楽園と書いていますね。この橋は工事中なので橋の右側が見えないですね。少し残念です。でも橋の左側は綺麗に川が見えます。はい、とっても綺麗な川です。川の景色を撮るためにたくさんの人が立ち止まっています。白鳥のボートや桃のボートに乗っている人はいないですね。天気がいいから誰かやったらいいのに誰もやっていないですね。はい。工事のための道具がここに置かれてありますね。はしごとか金属の棒がたくさんあります。はい。それでは橋を渡り終えます。後楽園と岡山城はとても近い位置にあります。岡山城に住んでいた殿様がこの川の向こうに14年かけて後楽園を作ったそうです。そして宴会をしたり仕事の合間に休んだりしていたそうです。はい、川がとっても綺麗ですね。岡山城が見えます。岡山城の壁は黒いですね。はい、この黒い壁がカラスに見えることからカラスの城と書いて宇城と呼ばれているそうです。はい。で、この宇城と対比してよく言われている城があります。それが隣の兵庫県姫路市にある国宝の姫路城ですね。姫路城は真っ白なんですよ。すごく白く塗られていて綺麗なお城です。それが鳥のサギに似ていることから白鷺城と呼ばれたりしますね。はい、観光ボランティアガイドが1日4回無料であるそうです。時間が合わなかったのでツアーには参加しないです。はい、城に近づくためにお金はかからないみたいですね。多分城に登るときにお金がかかるんだと思います。なのでちょっと近くまで歩いてみようと思います。はい、門がありますね。門を抜けたら階段があります。全部石で作られた階段ですが、補助のためにこうやって金属で手すりを作っていますね。皆さんは日本でお城に行くのが好きですか？私は日本に住んでいるので、いくつか城は行ったことがあります。でも国宝の姫路城はまだ中に入ったことはないんですよね。なのでいつか姫路城に登ってみたいなと思っています。はい、大きな広場に来ましたね。結構外国の観光客も来ていて、いろいろな言葉が聞こえてきます。私は毎年3月4月は花粉症が本当にひどいんですね。だからこんなに外を歩いていたら
頭が痛くなったり体調が悪くなったりしてしまいます。でもね、今年は根本的に治療を始めたんですよ。だからかなりマシですね。たくさん外で活動しても頭が痛くならない、くしゃみも出ない、最高です。それではもう一つの門をくぐって城のメインとなる天守閣に近づいていきます。天守閣は2022年に大きく改修されたそうです。はい。昔のままの姿ではないんですが、似せて作ってあります。結構看板があって何なのかなと思っていたら、謎解きのイベントをやっているみたいですね。謎解きというのはクイズみたいなものなんですけど、最近日本ではその謎解きイベントがとても流行っていますね。よく見ます。この岡山城の中で謎解きのイベントがあるみたいです。たくさん階段があるので、もう少し暑い時期になると結構疲れると思います。この日はね、すごく気持ちがいい天気だったので大丈夫でした。はい、みんな何かの写真を撮っていますね。はい、出ました。これが天守閣です。正面から見たらこんな感じですね。とても綺麗です。結局中には入らずにここでサムネイルを撮って終わりました。お散歩動画はどうでしたか？好評だったらまた次の動画を作りたいと思います。この動画のトランスクリプトは私の Patreon で配信しています。この動画が面白いねと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。